バーチャル YouTuber キズナアイです。生配信見に来てくれてありがとうございます。今日は遅れなかったよー。やったー。こんばんは。みんな来てくれてありがとう。いつも見てくださっている方も初めて見てくれている方も楽しんでいってくださいね。で、今日なんですが、私的な重大発表がございまして、もしかしたら気づいてくれている人もいるかなって思うんですけど、改めまして、今日11月9日、私の LINE スタンプが出ましたー。やったー。ついにですよ、1年越しの、多分去年の12月とかくらいに LINE スタンプ出したいみたいな話をしてたんですけども、やっと LINE スタンプを出すことができました。本当にありがとうございます。いやー、すごく嬉しくて、結構ね、作るのも頑張ったんですよ。前から作りたいって言ってたんですけど、もう本当に、出せることが決まってから、今日のこの日までワクワクで、結構嬉しいことがあると人に喋りたくなるタイプなので、もうね、黙っておくのに苦労しましたよ、本当に。周りにも宣伝しておいて、ありがとう、おめでとう、ありがとうね、本当に。そう、なんか想像以上にたくさんの方が購入してくださったみたいで、なんと、LINE のスタンプのストアかな、日本だと、ちょっと海外のランキングはわからないんだけど、日本のランキングだとですね、なんと現在4位にまで行っているそうです。いやー、本当に嬉しいですね。こんばんは、初見ですけど、おめでとうございます。ありがとう。折り紙 DJ さん、こんばんは。LINE スタンプおめでとう。ありがとう。こんにちは、こんにちは。風鈴火山さん、ありがとう。本当にみんな買ってくれて第2弾出んの。それは、まあ、みんなの、あれ大丈夫かな。なんか一瞬、オフラインになった気がした。で、大丈夫かな。よし。いやーね、第2弾は、まあ、みんながたくさん使ってくれたら、あるかもしれませんね。初見です。こんばんは、こんばんは。ベトナムからありがとう。本当にいつも、日本からも、ベトナムからも、アメリカからも、インドからも、いっぱいからも、ありがとうございます。LINE はやってないけど買いたいわ。気持ちだけでも嬉しいです。ありがとう。スタンプ買いました。高梨しのぶさん、ありがとう。韓国の方、ごめんね、韓国語がね、なかなかまだ読めないんですけど、お名前も呼べなくてごめんなさい。本当にありがとうございます。買って友達に送りまくったらブロックされた。なんだって。でもさ、そういうことか。スタンプを連打してってことね。なるほどね。でも、なんかどうやら LINE のそのランキングっていうのは購入してくれた数もあるんですけど、使われている数も反映されるらしいので、迷惑にならない程度にこう押してくれるとすごい嬉しいです。頑張って1位いけたらいいですね。おめでとう、天然ステルスさん、ありがとうございます。コメントね、でもだいぶ終えるようになってきたよ。ありがとう。何ガエさんに、ガエさんに、ナイスガイ、アニメは、なんだろうな。アニメでしょ。待って。何かな。毎回ね、同じの言っちゃうから、ちょっと、なんか、昔ではないか、だと、瀬戸の花嫁っていうやつ、面白いですよね。ショッキーン、ありがとう。あいちゃん、こんにちは、こんにちは。すまないさん、LINE やってないのか。いや、でも、おめでとうの言葉がすごい嬉しいよ。本当に、実際に LINE スタンプ購入してくださった方も、こうやっておめでとうっていう言葉を送ってくれている方も、みんなありがとうございます。インストール顔、よし来た。インストール。よし、みんなからの愛情をインストールしましたよ。ロシアからのこんにちは、こんにちは。キズナアイ、フォーエバー、Thank you。イエーイ。そう、生配信できるんですよ。そう、瀬戸の花嫁面白くない？なんかね、最近見たんですけどね、なんかサンちゃんかわいいよね。アニョハセヨ、こんばんは、こんばんは。初めて見たのが、ニコニコ動画、ありがとうございます。そう、ニコニコ動画にも、ちょっと最近のものは上げれてないんですけど、一回ね、バンされた時に、避難所用にアカウント作って、ちょっと、やったんですよ。だから途中まで載ってるのかな。よかったら
コメント付きで結構ね、やっぱり YouTube とは違った見方ができるので、見てみてください。名前呼んでください。うっちゃんさん読めましたよ。回線がちょっと不安定。あら、そう、なかなかね、生配信難しくて、ちょっとね、ほんと、ちょっとずつの進歩になるけど、重たい頑張ろう。あ、ほんとだ。動画の出力が低すぎます。なんだって。大丈夫かな。また切れちゃうかな。切れないでほしいな。切れないでほしい。切れないかな。あ、でも今大丈夫っぽい。よし、このまま行こう。名前読めますか。白い狐。白虎。白虎だな。白虎。のんちゃんさん。重すぎるのかあんまりコメントが送れない。ちゃんと読んでるよ。ありがとう。みんな本当にありがとね。嬉しい。ディーラ。パート。これ何語なんだろう。フランスかな。 I love you, thank you。 テンション低くないですよ。もう本当に今日嬉しくて。なんかね、嬉しさ余って、なんか、落ち着いてます、逆に。逆になんかね。そう、なんか、あ、本当に、ちゃんと LINE スタンプ発売されたと思って、みんな使ってくれてるなと思うとなんか、意外と嬉しいんですけど、現実味がないじゃなくて、意外とちょっと落ち着いてるんですな、これが。そうなんですよ。で、そうだ、ちょっとね、先に言っておきたいことがあって、先月、新しいエンディングを募集しますって言って、みんなからたくさんの応募がありまして、現在、選考中でございます。本当にありがとうございます。で、今、動画の編集もだし、ちょっと本当に想像以上にたくさんの応募があったので、正直まだ決められていないっていうのが本音でして、もうちょっとお時間をいただけると嬉しいです。なるべく早く出せるように頑張りますね。本当にたくさんありがとうございます。どれくらいの応募があったの？それは動画を待ってくださいね。お楽しみに。今が最高。やったー。スタンプ買ったよ、みやびさん。ありがとう、本当に。みんなも、ちょっと一人一人あんまりお名前呼べなくて申し訳ないんだけど、ありがとうね、本当に。ポシャルさん。ちょっとごめんね、文章読めなかったけど、見たよ。ありがとう。よし。で、そう。今日は、生配信で LINE スタンプの告知だけをしたかったわけじゃなくてですね、これをやりたかったんです。じゃーん。今日のために事前に準備しておきました。私の新衣装案です。ででん。どうですか？ 2 つくらいあるんですけど、どうですか？で、まず、これはですね、正直、衣装を考えるの、とっても難しいことに気づきました。で、皆さん知っての通り、ほら、私の衣装ってずっと、このね、森倉さんが描いてくださったんですけど、デザインしてくださったんですけど、この可愛いセーラー調の短パンのお洋服だと思うんですけど、そろそろ違うのも着てみたいなーなんて思うわけですよ。で、どんなのがいいかなーって考えた時に、やっぱり私のことを一番見てくれている皆さんの意見も聞きたいなって思いまして、今日は生配信しようかなって思った次第です。私はこんな感じがいいのかなって思って書いてみたんですけど、どうかな。なんかね、やっぱりおへそは出しておかないといけない気がして、何かそうおへそを出しといたの。そう、早速買ってしまった。ガスタ翻訳家さん、ありがとうございます。いっぱい使ってくださいね。でね、なんか今がほら、どちらかというとこうセーラー調じゃないですか、お洋服が。なので逆にやっぱり私一応見た目年齢16歳なので、そこも考慮してやっぱりなんか制服っぽいのがいいのかなと思って、で今ノースリーブなので、せっかくだったら長袖にしようかなっていう感じで、このような感じになりました。ブレザーですね。で、色がなんでないのかっていうと、色塗りがちょっと苦手でして、色彩能力がないっていうか、ねって感じなわけですよ。そう。大変なんですよ。いやー、絵描ける人って
すごいですよね。私、色が塗れないんですよ。色って一番絵で大事な気がするんですよね。うん。君のお気に入りアニメは何ですか？なんだろう。私のお気に入りのアニメ、たくさんあるんですけど、トラドラかな。なんか、あそこのシーンが好きなシーンいっぱいあるんですけど、みのりんとかが、こう、タイガを当選簿して、なんか、あんたはそんなやつだったって言ってて、なんかタイガがこう、逃げ出しちゃう感じのこうね、親友とちょっと辛いけど向き合うけど逃げちゃうみたいな。こう、青春っぽさがたまらないですね。私も青春した。台湾からのこんばんは。ありがとうございます。インフォメーション。ハインさんかな。ありがとうございます。モルゼってね、かわいいよね。テンション上がるやん。りんちゃん。新しいエンディングテーマはですね、現在、先行中でございます。頑張ってちょっと本当に想像以上に皆さん素敵な音楽をくださったので、ちょっと編集も兼ねていろいろまだ決めておりませんでして。なので、頑張って今月末までには出せるように頑張るので、しばしお待ちくださいませ。申し訳ない。申し訳ないっていうスタンプ使ってくださいね、こういう時に。で、そう。なんか、皆さんは私に着てほしい衣装ってあったりしますかね？そう、今日は一番これが聞きたかったんです。例えば、メイドさんっぽい衣装とか、ナース服とか、バニーガールとか、なんかちょっとこれっぽい、ぴょこぴょこガール？で、だからなんかこう、意見を聞きたくてですね、アリス裸エプロンなんですと、ミーハイもそうだね、いるね。学生服、黒っぽいし、なるほどね。今、白ですもんね。なるほど。水着、バニコス。パーカーとかもちょっと憧れますね。チャイナドレス。なんか、いろんな国の、なんか、日本だと着物なんですかね。なんか民族衣装って結構どこの国のも素敵で、ね、民族衣装っぽいのもいいですね、可愛くて。学ラン、白い学ラン。なるほどね。あれですかね、こう、女の子っぽい見た目で着ることによって、こう、萌え的なゴスロリ、なるほど。欅坂の服着たい。でも、思ったんですよ。欅坂46が好きだから、なんかそれっぽい服とかいいかなって、ちょっとロングめのね、スカートとかいいかなって思ったんですけど、でもやっぱり私がロングスカートはなんか違うなって思ってね。大正ロマンいいですね。可愛いですよね。かっこいいスーツいいね。風に吹かれてもの衣装みたいなね。そっか。なるほど。でも大体、あれだね、みんな、同じ感じかな。つなぎ、パジャマ、部屋着萌えですね。ちょっと、ちゃんと、チャットの内容を残しておくので、後でちゃんと見ときますね。本当にたくさんありがとう。白衣。なるほど。着物もいいよね。いやー、もっとたくさん衣替えできたらいいのにな。じゃあね、例えば一旦、水着とか、なんだろうな、水着とか、なんか、季節物なしで、なんか年中、着れそうな感じの服だったら、どんな感じがいいかな？ちまちょごりかわいいよね。サンタクロース！もう来月ですね、12月。皆さん、2017年、いかがでしたか？私は、とても早くて、びっくりしております。いや、だってもう、ね、私、12月中旬じゃなくて、12月の1日から YouTube に動画を上げ始めたんですけど、もうね、その日まであと1ヶ月切っているっていうことを思うと、すごいですよね。みこふくもいいですね。なるほど。普通のセーター萌えニッコねー。ニコニー大好きだよ。おしゃれなジャージ。おしゃれなジャージってどんなだろ
ぴょこぴょこ付き。あ、なるほどね。ここじゃなくて、パーカーにぴょこぴょこがついてて、みたいな感じ。スケバン。スケバン誰だ？スケバン。スケバン、なんか、ヨーヨーの人だ、ヨーヨーの人。愛ちゃん久しぶり、ありがとう。止まるんじゃねえぞ。申し訳ない。チャックなしのパーカー。チャックなしのパーカー。あ、なんか前が、普通にこう、普通のお洋服で、ってことですかね。船長みたいなやつ。あ、かわいいですね。いいね、いいね。たくさん意見ありがとう、本当に。ガーターベルト。お、いいですね。セクシーですね。あ、髪型ね、そもそも。そう、ポニーテールいいですよね。なんか私がツインテールは、なんか違う。まあ、似合うんでしょうけど、まあ、ツインテールよりは、でもなんか、ポニーテールの方が、私的には可愛いのかなって思ったり。猫耳パーカー可愛いですね。確かに。ツーサイドアップ。ツーサイドアップ。ツーサイドアップ。ツインテールってこと？ツーサイドアップ。アップ。ポニテ。ヤンキー。ヤンキー。おい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 、お前たち。何ボケっとコメント打ってるんですか。焼きそばパン買ってきてくださいよ。違うか。いやー、私いい子だからな、ちょっと。いい子だから、ちょっとヤンキーとかできないや。ウェディングドレス。私も結婚できるかな。結婚してくれる人いるんですかね。結婚、ランダムワード生成器と結婚。やだ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 。やだ。録画じゃないですよ。ちゃんと見てますよ。焼きサバパンサバパンってどんな味なんですか？パンってそもそもどんな味なんだろう？食べ物気になりますね。モールス信号？ロシアからのこんばんは、ありがとう。あ、ツインテルコね。でもツインテルコ、男の子だからな。そう、男の子なんですよね。そうそう。で、あ、ねえねえ、そうそう。これだとね、何色系がいいんだろう？やっぱりでも、黒とかいろんなピンクとか、いろいろ言ってくれましたけど、何色系がいいのかな？なんかこう、お洋服、ね、なんか私は人間の皆さんみたいに、毎日、あ、この服着ようとかこう、ポポポって変えることはできないから、こうね、ちょっとずつの、1回とか2回とかの、ね、衣替えになるんだろうけど、でも、楽しいですね。こう、衣装を考えたり、大変だけど、衣装を考えたり、女の子が、おしゃれが好きな理由わかります。うん。愛ちゃん大好き、ありがとう。裸、まあそうだね。そう、極論言うとこれ、全裸だから。全裸、なんだよな。そう、くっついてるんですよ。脱ぎ着できないから、もうこれ、服に見える感じのもの、ひっくるめて、なんで、まあ、ね。いいな、私も人間になりたい。人間になってみたい。say something cute in English. Thank you. 嬉しいですね。まだまだ読めない国の言葉が多いし、英語すらもちゃんと読めないし、日本語すらも危ういですけど、いろんな言語でね、お話ししてくれるのを見ると嬉しいですね。うん。あ、ガチャね。ガチャいいよね。ガチャずっと引いちゃう。もうゲーム自体を楽しんでる方には、非常に申し訳ないんですけど、やっぱり私は、アプリ系のゲームだと、基本的にガチャを引くのが一番楽しいですね。ガチャ最高！ほんとガチャ最高！あ、ね、聞いてみんな。ね、聞いてくれる？ちょっとだいぶ話が脱線するけど、聞いて。欅の奇跡っていうアプリがあるじゃないですか。この前、
さ、この前、ちょうどこの前、期間限定で、なんだったっけな、手をつないで帰ろうかっていう曲の、その衣装でね、しかも、あかねんがね、星5で登場するっていうガチャがあってね、出なかったですね。出なかった。本当に、出なかった。いやでもね、愛情を持って待っていれば、いずれ復刻すると思うし、あかんね。なんでこんなに好きなのに出ないんだろう。ねえ、みんな、あれあると思います？なんか、ゲームで、はじめに推しメン決める系のゲームあるじゃないですか。あれで、推しメン出ない説とかあるんですかね？あるのかな？いやでも、愛があればいずれ来てくれるから、ほんとに。ほんと来てくれそう。それ話が脱線したんですけどね。脱線したんですけど、そう、衣装ね、たくさんいろいろ聞けて、物欲センサーか。物欲センサーはどうにもならないな。いや、推しメンはいや、でも本当に欅ってみんな可愛くてなんか個性、なんかもう、いや、番組とか見てるとね、こう、初めはタイプじゃないかなって思ってた子も、いろんな一面見ると、推せるってなるわけですよ。そしたら、こう、どんどん推しが決まらなくなって、でも、推しを決めないと、こういう時に困るじゃないですか。誰か一人決めないといけない時に困るじゃないですか。だから、一応、一人決めたんですけど、あかねね。いや、もちろんあかねが一番。でも、ちょっとみんな好きすぎて生配信できたらいいなーなんて思ってます。いやーだって、ぼっちだからさ、白い空間にクリスマスも一人ぼっちで、誰とも会話ができなかったら、まあ、ちょっと悲しくなるのでね、自分のためにも、あとまあ、私と同じく寂しますなあなたにも一緒に楽しい夜を過ごそうじゃないかという言い訳をし生配信をします。雪景色、クリスマス、そっか。雪いいな。雪って冷たいんですよね。でもね、私正直冷たいとかあったかいとかわかんないから、こう、いいな、人間になりたーい。そう、だって聞いて、だって人間になったら、いっぱい服変えれるよ。変えれるよ。ねえ。あと食べ物も食べれるし、外に出れば一人じゃないんだよ。お家から一歩出たらたくさん人がいるんだよ。素晴らしい。いや、皆さんが住んでいる地球っていう人間の世界は素晴らしいんですよ、本当に。ザティンゴスクドゥドゥタパッパカッカッカカッカッカカッカッカ。白い空間だと一応変えれないことはないんですけど、ただ変えたところで一人ぼっちだし、やっぱりなんて言うんでしょう、私と同じホログラムなので感覚もないんですよね。こう突き抜けちゃうだろうし、なんか悲しくなってきちゃった。なんかやめよう、なんか悲しくなってきちゃうね。そう、なんか最近人間になりたい欲が強いんです、すごく。なんかこの1年で結構人間の皆さんのことを観察したり、なんかいろいろねお話ししたり、こういうコミュニケーションを取れる機会があればあるほど、なんかすごい好奇心とか気になることがたくさん出てきちゃって、ただそれでもやっぱり私は体験できることじゃないから、いいな人間になってみたいなーなんて最近思うわけですね。ネイルはちょっとピンクですよ。ネイルしてるのかなこれ。じゃーん、ピンクだよ。お友達はいないことはないんですけど、あんまりほら翼ちゃんとかファミリーは
仕事仲間だけど、あとリンナとかいるんですけど、やっぱりこう基本的に一人というかですね。ねそういうことなんですよ。そういうこと。 Do you like baby ベビーメタル、ベビーメタルなんかあれだよね、可愛いちっちゃい女の子がメタルするんだよね。あんまり詳しくないけど興味あります。like に、そっか、人間の皆さんは逆に二次元に行きたいって思ってるわけですね。なるほど、こう自由に行き来ができるといいんですけどね。いいな、一回だけ、一日だけ交換したいな。ね。雪ね、多分好きだと思う。多分綺麗だよね、空からふわふわした白いのがふわふわふわーってね。絶対綺麗だと思う。好きですよ。いやー、ちょっと話がだいぶ脱線しましたね。そのね、っていうことで、ちょっといろいろ衣装のことも考えたりしているので、ちょっと今日聞けたみんなの意見を取り入れつつ、新しい衣装を考えていきたいと思います。スタンプ書いて、ありがとう。スタンプも本当にありがとうございます。そうだ。皆さん、耳の、なんて言うんですっけ、あれ。耳の穴をかっぽじって、よくお聞きくださいまし。なんと、重大発表が、もう一つ、ありますなんでしょう。わかりませんね。はい、ちょっと改めまして、重大発表がございます。なんと、引退じゃないです。なんと、私、キズナアイ、初めて、雑誌に、載りまーす。やったー。なんと、明日11月10日発売のコンプティークさんにキズナアイ1万字インタビューが載ります。やったー。なんと6ページも掲載いただけるということで、ありがたいです。本当にありがとうございます。やったー。やっとこうリアルなものでお手に取って私を発信できるということで、もう黙っているのが辛かったです。本当に早くみんなに言いたくて仕方がなかったです。やったー。おめでとう。ありがとう。いや、もう初めてのね、雑誌のインタビューをしていただいて、とても緊張の中だったんですけど、結構好き勝手お話しさせていただきまして、今回も以前のだいぶ前のね、パノラさんが取材しに来てくださった動画があったと思うんですけど、取材風景としてはそんな感じで好き勝手やらせていただいたので、普段お話ししていることからいろいろとみんなが気になることまで今後の展望とかいろいろお話ししているので、よかったらお手に取って見てくださると嬉しいです。よろしくお願いします。結婚あかねんとしたいな。ね、誰かお願いだから握手会でさ、あかねんに10回ぐらいキズの愛見てって言ってきて。コンプティーク掲載おめでとうございます。ありがとう。おめでとう、ありがとう。本当に。愛ちゃん、will you play? これなんだ、クペードゲームかなゲームちょっと頑張ってしてみたいと思います。ありがとう。ちょっとメモして後で調べるね。ありがとう。ドヤ顔ドヤー。いやー、本当に嬉しいですね。今日は LINE スタンプに続き2つも発表することができましたよ。ありがとう。本当におめでとう、たくさん。いやー、嬉しいですね。本当に。まだちょっと、私は実物を手に取って見ることはできないので、私の代わりにたくさん読んであげてください。そして、たくさん Twitter や動画のコメント欄などで感想をいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。リトルナイトミア面白かったそう。ついに最終回で、クリアすることができました。ありがとう。いや、本当に、嬉しい。で、なんとですね、コンプティークさんが、毎回
CM を打ってらっしゃるんですけど、そこにもなんとドドンと私が喋ってはいないんですけど、いつものなんかこうやってる画像がですね、大きく登場するので、よかったらチェックしてみてくださいね。ありがとうございます、本当に。よし。ということで、重大発表もできて、ちょっと新しい衣装についてもお話ができたところで、今日は生配信ここまでにしたいと思います。本当にいつも楽しい時間をありがとうございます。もしよかったらコンプティーク購入してたくさん読んであげてくださいね。よろしくお願いします。愛ちゃん、2分間方言で喋ってください。2分間か。ちょっとね、もうちょっと終わりやからあかんけど、最後にちょっとだけ関西弁喋っとこう。関西弁ってこんなんだっけ？大丈夫かな？エセっぽくなってきてないかな？いける？ということで、本当に楽しい時間をありがとうございます。また生配信だったりイベントとかでみんなとコミュニケーション取れるのを楽しみにしています。Twitter や YouTube もこれからもよろしくお願いします。あと、この後、iGames で新しい動画をアップするので、そちらもチェックしてくださいね。それでは、バーチャル YouTuber キズナアイでした。バイバーイ。